皆さんご無沙汰しております。パラドゲー専属調教師のシャーヤンと申します。みんな大好き近世の歴史シミュ EU4 ですが、11月6日にまた新たな DLC King of Kings のリリースが発表されましたね。今回の DLC もなかなかに豪華で細かな内容が多く、どのようなものか把握するのが難しいかと思います。そこでこの動画ではこの度の DLC で新たに追加される要素をまとめてサクッと紹介していきたいと思います。それではご覧ください。まず今回の DLC のテーマですが、オスマン帝国周辺の国々へのテこ入れがメインとなっています。具体的にはペルシア、マムルーク、アラビア諸国、白洋朝と黒洋朝、ジョージアとアルメニア、そしてみんな大好きビザンツ帝国などがアプデの対象になっています。アプデの内容としては、ミッションやイベント、決断、階級特権の追加など、比較的オーソドックスなものも充実しています。が、今回はただ、クリックするボタンを増やしただけではなく、生態システムや外交アクションなどを通して、新たな機能をいくつも追加している両 DLC となっています。それでは次に、今回の DLC でも特に力が入れられている、ペルシア、マムルーク、ビザンツの3カ国にフォーカスして、各国の新要素を見ていきましょう。無駄は省略。まずは今回の大目玉、ペルシア君から見ていきましょう。ペルシアにはなんと100以上の新ミッションが追加されています。国境に定める宗教や、どの国でペルシアを形成したかでミッションツリーが変動します。ペルシアを形成する国々の候補としては、今回の DLC でアップデされる白洋朝、黒洋朝、アルダビールだけでなく、ティムールでスタートしてもペルシアに変態できるようになります。ペルシアを建国すると、生態システムにペルシアの影響力という新しいゲージが追加されるようになります。このゲージは統治アドバイザーのレベルが高いとそれだけ上昇して、領有するイラン文化グループでない州の数に応じて下がっていきます。このペルシアの影響力ポイントを消費して、新たな外交アクションから他国をペルシア文化の影響圏に取り組むことができるようになります。影響圏に取り組まれた国は、超公国と同じような従属国になります。超公国なら直接征服するわ、いい加減にしろと思いの底のあなた、ご安心ください。影響圏に取り組まれた国の主要文化が自国のものと同じ場合、対象の国を通常の属国に落とすことができます。ペルシアにはさらに、影響圏の国に自国文化を強要したり、他国を戦争によって文化転向させたりできるようになります。また今回の DLC では、ゾロアスター教周りにもアップデが入っており、ペルシアでゾロアスターの道を選んだ場合は、古代ペルシア帝国を復活させることもできるようです。この際には、国名がエランシャーに変更され、マップカラーも紫色に変わります。またペルシアだけでなく、すべてのゾロアスター教国家には独自の生態システムが追加されるようになります。ゲーム開始時の1444年には、ゾロアスター教を信仰している州はほとんどありませんが、ペルシアのミッションを経由することで、ゾロアスターの信仰の中心地をスポーンさせることができます。さらに、ゾロアスターコミュニティに招待するという新しい外交アクションから他国を回収していくことも可能なようです。強すぎ！このように DLC で進化したペルシアは、征服戦争による拡張だけでなく、外交による勢力圏の拡大も大幅に強化されているようです。1444年時点でオスマンと対等に渡り合えるかもしれない隣国といえば、エジプトからシリア一帯を支配するマムルークです。この国にも新たなミッションが追加されているほか、独自の外交アクションが増えています。新規の外交アクションの一つは、他国のメッカ巡礼を講演するというものです。外交点とダカットを消費する代わりに、対象の国との信頼度を上げ、さらに自国と同じイスラーム学派の国との関係を改善します。もう一つの外交アクションは、穀物を輸出するというもので、統治点を消費して重商主義度を上げることができます。また輸出先の国は供給限界が上がり、開発のコストが減少し、国家不穏度が減少します。この数値だけ見るとあまり割に合わないような気がしますが、実際のリリースまでにはきっとバランス調整がされていることでしょう。知らんけど。ミッションもなかなかに面白そうなものが多く、スエズ運河を建設したり、特殊ユニットのマムルークを召喚したりできるようになります。しかしなんといっても新要素の目玉は、エジプトの形成と西洋化のシステムでしょう。エジプトには新たな生態システムが追加されており、エジプトの西洋化のゲージが最大まで溜まると、
技術とアイデアコストが減少し、革新上昇率が上がります。また、西洋化ポイントを消費することで、統治限界、交易品生産補正、陸軍伝統上昇率などを上げることもできるようです。それでは最後に、みんなのアイドル、ビザンツのアップデートを見ていきましょう。ビザンツの変更点として目につくのは、なんといってもまずはこちら。なんと、ゲーム開始時の領有集が一つ増えました。やったぜ。この強化の落とし前をつけるためか、代わりにゲーム開始時点から全ての階級にマイナスの特権が付与されています。これらを外さないと、ビザンツ君はフルパワーで戦えなくなりました。これらの特権はそれぞれ特殊なイベントと紐づいており、イベントチェーンを通して特権を外すこともできるようです。さらに、ビザンツ君には特殊な生態が追加されました。これによりなんと、君主が代替わりするたびに戦勝者反乱が勃発するようになります。たまげたなぁ。代わりといってはなんですが、ビザンツは新しい種類の従属国を作れるようになります。その名も、プロノイア。プロノイアは、軍事的支援の提供を目的とした従属国で、人的資源や不要限界を提供します。この従属国は外交スロットを消費しませんが、代わりに何カ国のプロノイアを持てるかの上限は、基本的には自国の不要限界に比例して上がっていきますが、ミッションやアイディアなどを通して上限を上げることもできます。プロノイアは通常の属国から辺境博を作成するように昇格することができ、またその地位を剥奪することができます。プロノイアの地位を剥奪した際の対象の国の君主が死ぬと、同志国がその国を継承できるようです。また、ビザンツにも長いミッションツリーが追加されており、ローマ帝国の失われし丘陵の奪還を手助けすることでしょう。さらに、今回のアップデから、ビザンツは特殊な条件でローマ帝国を再建できるようになります。必要なのは、ローマを中核州として持ち、指定の範囲のたった425州を領有するだけ。簡単ですね。僕も新バージョンに合わせて、ビザンツでローマ帝国最高プレイをしたいと思います。果たして、プレイ時間3700時間の子さんは、最新環境のビザンツプレイに耐えることができるでしょうか？乞うご期待。以上、今回の DLC、キングオブキングスの主要国3つ、ペルシア、マムルーク、そしてビザンツ帝国にフォーカスして新要素を見てきました。この動画では紹介しきれませんでしたが、他にもアラビア諸国、ジョージア、アルメニアにもかなりのフレーバーが追加されています。特にアルメニア君は、はるか太古の大アルメニア王国を再建できるようになるとのことなので、歴史ロマンが溢れますね。また DLC の内容ではありませんが、今回のバージョン 1.36 のアップデでは、クオリティオブライフの面で大幅な改善が行われるようです。州の占領権の一括譲渡や、宣教師の自動配置のシステム、そして多数のアラートの追加など、無料アップデの要素でありながら非常に豪華なものになっています。アラートの内容も、ステートへの布告が陳腐化しましたよの通知、配給から土地の剥奪ができますよの通知、そして交易センターのアップグレードができますよの通知などなど、個人的に追加されて嬉しいものばかりです。また、ようやく傭兵をつけている時でも正規軍ユニットの統合ができるようになったようです。傭兵アイディア推しの僕としてはものすごく助かるアップデですね。この DLC がリリースされたら、皆さんはどの国を真っ先にプレイしたいと思いますか？よければコメントで教えてください。この内容盛りだくさんの神 DLC、キングオブキングスは11月6日発売です。今ならなんと、たったの1620円。Steam のストアへのリンクは概要欄に貼ってありますので、皆さんもぜひご購入ください。なお、この動画はパラドの案件ではありません。今後もパラドゲー解説動画を出していきたいと思いますので、ぜひとも高評価とチャンネル登録お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイ。